年も支柱立ての季節がやってきましたが、今回の支柱立ての動画のテーマは、支柱立ては一日にしてならず、ローマは一日にしてならずっぽいね。一日で覚えるのは大変ってことね。海苔が美味しくなるためのこの支柱立てはやっぱり難しいと思います。支柱立て3つのポイント。強風、潮の流れ、海底の地質、この3つを紹介するのだ。まず最初の強風のついでに、ちょっと珍しいものを、海の中の川タオってのを紹介します。海の中の川。今回は矢部川の入り口、ルーク23号から行ってみるのだ。今回自分家の場所はここで、ここはよく船が通る場所の近くです。だいたいこんな感じの船の波が来ます。そしてここの通り道をタオって呼んでて、海の中の川って感じです。干拓からじゃよくわからないので、干潮時にドローンで上空に登ってみましょう。タオは海の川っていうくらいだからとても深いです。ここがさっき言ってた海の中の川です。結構深くてだいたい船は通れます。そしてここもナカンタオって呼んでる深いところです。ぐるっと回って大和干拓、そして矢部川です。いよいよ支柱立て。小潮の満潮時に支柱を立ててますが、船が通る銀座通りってだけで、ここは浅くて支柱も短いからとても立てやすい場所です。支柱立ての難しいポイントその1、風。ズバリこういう時ですよ。これはひどすぎ。いつも2メートルくらい地面にまっすぐ突き刺せばいいんだけど、風が吹くとどうしても風で倒れてしまうんです。凪になった時にまっすぐ立ってるのを計算してやってます。そんな簡単じゃないって。今度は横風の難しい場面。こういう西風の時とかね。普通に中内の小さめの支柱を立ててますが、支柱立てって枕を立ててから中身の小さいのを立てるんです。で西風とかの横風がひどい時にワイヤーに少しでも当たって立てると、直線じゃなくて曲がったような立ち方になっちゃいます。これじゃ網は張れないね。周りはこれを袋が入るって言ってます。自分家は場所がすぐに分かるように水色の旗をしています。で風といったら台風なんですが、台風でこの旗の支柱だけ倒れるってのがよくありました。19年くらい前の台風18号以来、でかいのが最近来てないような気がします。支柱立ての難しいポイントその2、潮の流れ。ボラがめちゃめちゃ跳ねてるね。ボラン突っ込んでいくかもしれない。ボラめちゃくちゃよ。ボラのガンガン届くけん、これ横っ腹に当たるよ。ボラミサイルに気をつけんとね。速さ中での今度は潮の流れ。目印の黄色ポールが潮の流れで倒れています。海面では少しの誤差がありますが、いつものように海底に合わせます。ポンプ水を少しずらして合わせようとすると、潮の流れで通り過ぎてなかなか元に戻せないくらい潮の流れって速いです。よかばい、なんとかするですよ。ちょっとここに切ろうか。ああ、よかったこやね。これ一回動かしたらもう多分もうギュッチいこうね。潮が速すぎるから慎重に支柱をずらしていきます。そしてポンプ水で開けた穴に支柱を立てていきます。いや、片がとこあったやなかやかと思って。ゴミがめちゃ流れてきてるね。支柱立てに入ってからも大掛かりに掃除やってたんですけどね。よか。潮が速いと支柱立て難しいね。支柱立ての難しいポイントその3、海底の地質。1つ目、ガタ。
有明海特有の粘土質の泥をガタって呼んでます。ポンプ水を使わなくてもだいたい簡単に刺さります。30年前と比べてこういう場所はかなり減ってます。2つ目、砂。表面だけ砂の場所とかありますが、ポンプ水を使うととても刺しやすいです。ポンプで立てるならこういう場所が一番楽かな。3つ目、肩ポンプ。30年前くらいよくやってた場所だけど、34号の東の沖あたりの地質です。真ん中の硬い層の上下は豆腐だと思ってください。ポンプ水を差し込んでもあまりにも柔らかすぎて、掘った穴に入れるのは至難の業でした。間違って真ん中の硬い型を突き通すと底なし沼みたいになっているという。しかも 12m の61とかやばいよ。暑すぎて海水で冷やしてます。支柱立ての環境いろいろありましたがいかがだったでしょうか。もっといろんなパターンがありますが、また次の機会にってことで、それではまた See you。 最後までご視聴ありがとうございました。これからも面白い動画を作っていこうと思います。もし見て面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。帰るよエンディングが終わっても見てくれてるあなた、サンキューソーマッチ。ちょっと思ってることがあってね。なんかね、今年フジツボがとても少ない気がするんよ。ちょっと気になってね。まあ今年は今年の風が吹くってことにしときましょう。本当のまあなんとか抜かることばい。